こんにちは、レンです。今日は日本語を自然に話すということについてお話をしていこうと思います。日本語を自然に話したいって思っている方は多いんじゃないかなと思います。私もタイ語を勉強しているので、タイ語が自然にペラペラに話せるようになりたいなって思っています。でもこの自然に話すという言葉、人によって定義、考え方が違うと思います。例えば自然に話す、自分が思っていることを 100% ペラペラに話せるようになりたいなという人もいれば、辞書を使わずに話せるようになりたいという人もいるでしょうし、アニメや映画を字幕なしで見れるようになりたい、日本人の友達が話していることを 100% 理解できるようになりたいというふうに思っている人が多いんじゃないかなと思います。ペラペラ話すということは、きっと多くの人が自分が思っていること、気持ち、感情とか考えとかを 100% 話せるようになりたいって思っている人が多いんじゃないかな。そのためにとっても大切なことは、まずはインプットを増やすことです。そう、インプットを増やすことで、その時に言葉の壁、言語を勉強しようと思って壁にぶつかる人多いと思います。壁にぶつかると言います。言葉の壁、言語の壁と言います。あとはぶつかる、壁にぶつかる。多くの人がぶつかる壁は、自分の思ったことが全然言えないとか、日本人同士の会話早くて何言ってるか分かんないということだと思います。で、自分が話している日本語が自然かどうかっていうのは自分では分からないので、インプットを増やすことがとっても大事です。そう、日本人の話している日本語をたくさんインプットすること、これ時間がかかりますけど、結局一番早く日本語が身につく方法だと思います。例えば教科書や学校で勉強するとき、そうだな、今日のご飯は美味しいです、今日のご飯は美味しいですというふうに勉強します。私が生徒さんと実際お話しする時もはっきり分かりやすくお伝えするので、今日のご飯は美味しいです、そんな風にお話ししたりします。でも実際に私が家族や友達とご飯の話をする時、今日のご飯は美味しいですとは言いません。なんて言うかというと、今日のご飯めっちゃ美味しい、今日のご飯最高、うまい、こんな風に話します。全然違いますよね。違いが分かりますか？だから自然に話す、自然な日本語を聞くというのは実際とっても難しいです。で、自分が日本語を話すとき、自分の日本語が自然かどうかというのはわからないですから、一番いい方法は日本語のインプットを増やすことです。そう、インプットを増やすこと。日本人が実際使っている話し方や言い方をインプットして、それをそのまま使うというのが一番早いです。早いといっても時間はかかりますけど。で、実は日本語をインプットするとき、中級者と上級者で大きな違いがあります。中級者の人はわからない言葉が出てきたとき、一つ一つ言葉を調べたり考えたり、あとは文法もわからない文法が出てきたら、どうしてこの文法になるのかなというふうに考えます。実はこれをやっていると、もしかするとまだまだ中級者かもしれません。じゃあ上級者の人はどうしているかというと、わからない言葉があっても話の全体をふわっと理解します。ふわっとってどういうことかわかるかな？
わからない言葉があってもその言葉の意味を推測したり想像しながら文章全体の意味を理解するということです。これができるようになると上級者になると思います。じゃあちょっとテストしてみたいと思います。今から私が話す言葉どのくらいわかるか聞いてみてください。答えはコメント欄に書いておきます。じゃあいきますね。昨日友達と待ち合わせをしていたんだけど、私の友達が30分経っても連絡なく来ないんだよね。で、私はすごく心配になって事故に遭ったのかなとか何かあったのかなとか思ってすごく心配して待ってた。そしたら友達が30分遅れてきてよくよく話を聞くと、その友達は財布と携帯を家に忘れてそれを取りに帰ってたから遅れちゃったみたいなんだって。でその後ごめんねってめちゃくちゃ謝られたんだけど、私は友達に何もなくて本当に良かったなって安心したよね。はい、どうでしょうか。私の話どのくらい分かりましたか？答えはぜひコメント欄でチェックしてみてください。で、聞いた時にね、なんとなくでいいんです。なんとなくで分かったらもう上級者です。私も例えばこれ私の友達が話をしていたら言葉一つ一つ何を言ったか覚えているかというとわからないですし、何の文法を使ったかもわからないです。ただ話の全体をふわっと全体像として理解をしています。そうだから上級者の方は一つ一つわからない言葉があっても何かなって考えずにふわっと話を一つ一つ理解するんではなくて想像しながら全体をイメージで理解していることが多いと思います。あまりこの単語どういう意味かなとかこの文法どういう意味かなとかは考えてないですね。でしっかりインプットしたいならやっぱり読むことがおすすめです。自分が興味のあるトピック、料理とかスポーツとかゲームとか何でもいいんですけど、興味のあるトピックのものをどんどん読んでください。そしてわからない言葉が出てきてもすぐに調べずに、これはこういうことを言っているのかなとまずは想像してみてください。そう周りのね文脈から想像してみてください。で書き言葉、読み物ですね。小説とかその読み物は話し言葉とは違うこともあるので注意が必要です。ですのでやっぱり一番いいのは私のポッドキャストを聞いてもらうことです。もちろん私だけじゃなくて他の日本語のいろんな先生がポッドキャストを出していますので、ぜひポッドキャストを聞いてみてください。でポッドキャストを聞くときにも大切なことがあります。でポッドキャストを聞く時の効果的な聞き方を最後にお話をしますね。まずポッドキャスト1回目は字幕も見ないで音だけ聞いてください。それで自分がどのぐらいふわっとね全体像を理解できるかやってみてください。2回目は日本語の字幕を見ながら聞いている言葉が合っているかどうかを照らし合わせて聞いてみてください。そして3回目はこのポッドキャスト16カ国語で字幕を入れていますので、もし自分の国の母国語があったらその字幕と日本語を見比べながら自分が分からなかった言葉などをチェックして自分が理解した意味と合っているかどうかを確認してみてください。そして最後が一番大事です。最後はもし自分の友達に今聞いたポッドキャストの内容を話すとしたら何て言うかなっていうのを日本語で考えて実際に声に出して話してみてください。書いても大丈夫です。そしてそれが実際ポッドキャストで日本人の先生が話している言葉と同じかどうか、自然な日本語かどうかをぜひ見比べてみてください。
ちょっと大変な作業ですけど、一つ一つそれをこなしていくことが日本語の能力アップにつながります。はい、今日は自然な日本語の話し方についてお話をしました。少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。